面白い人生はい。でしたか？昨日まで。今日からもっと面白いです。Tosh Japan Channel。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。本日はナリム化粧品の吉川さんにお話をお聞きします。最初にナリムさんのお店について教えていただけますでしょうか？はい。30年前ですね。今年6月で30周年を迎えます。オリジナル化粧品と私がこれぞと思う商品、化粧品、サプリメント、あと美容関係の美容機器などを扱っております。場所はアメ横のガードの下でいらっしゃいますよね。そうですね。電車も通りますし、電車が通るたんびに、細かいいろんなものがね、ふわふわとっていう場所ですよ。楽しいです。吉川さんが化粧品のお店を始められた理由について教えていただけますか？それはですね、30年前まだ子供も小さい時に、離婚をしまして、離婚はしない方がきっといいんでしょうけど、私の場合は離婚をしてしまいまして、実際、働いたことがなかったので、どうしようかと途方に暮れた時に、たまたま、本当にたまたま、これは偶然であり必然なんでしょうけど、このナリム化粧品店があったので、そこを引き継いだという形です。その30年前にお店を引き継がれた時の思い出とか、ありましたら教えていただけますか？ありました。どうしていいか分かんない時代だったので、本当に手探りで、商売というか仕事自体をやったことがなかったので、いろいろ、いろんなことが、本当に面白いぐらいいろんなことがありました。で、生活も大変でしたから、子供が寝た後ですね、小学校まで子供が低学年だったので、子供が寝た後の夜中のもう2時、3時って明け方ですね、またお店に戻ってきて、品物を入れて、そんで、湯島のスナックとかバーとかの勝手口から入っていって、買っていただいたり、本当にその時のママさんたち、お姉様方ありがとうございました。それとか、あとはね、バレンタインデーとかイベントになりますと、まだお店もなかったし、夜中やってるお店がなかったので、それまたもう一度湯島のお姉様方にお世話になるんですが、明け方までそのお客様のプレゼントを走って配達したり、そんなこともありました。何かお話をお聞きするととてもパワフルな、営業力でございますね。いや、いえいえ、もう食べていくので、とりあえず、もう娘に白米食べさすためにっていう感じでしたね。これまで30年間、1日も休みを取らなかったと聞いたんですけども、それは本当ですか？取りませんでした。2日だけ、休みました。1回はひどい風邪をひいてしまって、40度ぐらい熱が出ちゃって休みました。その日1日ですね。あと、コロナの副反応、コロナの接種ワクチンの副反応で、やっぱりその時も40度ぐらいの熱が出て、その時も1日休みました。ですから、30年の間に2回ね、2日休んでしまいました。2日しか休んでないんですね。はい。すごいですね。休まずに続けられたという理由は何でしょうか？本当に正直なところ、最初の頃は、もう子供を育てなきゃいけない、お店借金というかね、そういうものもありましたが、返さなきゃいけないということもありましたし、やっぱり働かないことは不安につながっちゃうというかね、これで一日休んで分でうまくいかなかったらどうしようなどという心配もありましたし、今となれば、習慣になってしまったというかね、家で休んで何するのかなっていう、なんかそんな感じもありますし、あとはそんなに昔ほどの忙しさはないですけど、その分来てくださったお客様が閉まってるともうがっかりしちゃうんじゃないかと思って、今となれば休めなくなってしまったという現実です。オリジナルの化粧品を作られたと聞いたんですけれども、オリジナルの化粧品を作られた理由というのは何でしょうか？だからもうちょっと夢で自分の名前のねついた化粧品を売りたいという漠然とした夢のようなものもあったんですが、それが大きいんですね。ただあとは化粧品って、ちょっと危ないって言ったらおかしいけど事故もあるんです。でそういう時にやっぱ販売してる人間が中身をきっちり把握するためにはやっぱり自分で作らなければいけない。人が作ったものを売ってもそこのところにどういうヒアルロン酸、どういうコラーゲンが使われたかまでは把握することができないので、やっぱお客様に安全で必ずしも100% とは言えませんが、綺麗を目指して使っていただける商品を提供したいと思って作りました。何年前に作られたんですか？15年前に作りましたね。その後にこっちとか、いろいろ、少し作れなくなっちゃった商品もあるんですけど、これからはこのゴールドのシリーズで
またちょっと贅沢シリーズなんで贅沢にやっていこうかオリジナルの化粧品を、作って販売するにあたっての難しさというのはございますか？あります。化粧品ってうん瓶とかパッケージが大切なんですね。大切な夢を与えてくれる部分なんです。あ、これ使ったら綺麗になるかな、こんな綺麗な化粧水、うちのお店に置いて、うちの私のドレッサーに置きたいわっていう、そういう、ただそれってすごくお金がかかっちゃうので、うちこういう簡素な瓶にしてますから、やっぱりそこから入っていただくというのになかなか中身を知っていただくっていうところに、やっぱり、苦労したというか、ちょっと工夫が必要でした。まあ、見た目のパッケージよりも中身重視で作られているということなんでしょうかね。ありました。ありがとうございます。あと、医薬品登録販売者の資格も取られているということなんですけれども、なぜその資格を取ろうとされたんでしょうか？これですね、数年前にはほどほどの年齢にもなりまして、もう何十年も休まずにやってきて、ちょっと人としてこれじゃちょっといけないんじゃないか。私休みたいと思ったんです、その時に初めて。それで休むにあたっては、店を休むといっても、もう休みたいという、休むためには店があったら休めない。店にはもうどうしても来ちゃう。店がないよ、店がない世界に行ってみたいと思いまして、就職をしようかと思って、ただ化粧品を売るしかできることがないので、今化粧品を売っているところというとドラッグストアさんしかない。そうするとドラッグストアに入るためには、年齢もクリアするためには資格を取らなければいけないと思いまして、登録販売証を取ったんです。本当にこんなに一生懸命勉強していれば、もうちょっと子供の時から一生懸命勉強していれば、もうちょっと良かったんじゃないかというぐらい一生懸命勉強して、で、受かりました。で、受かって、その合格通知を見たらですね、あ、やっぱりお店辞めるのはやめよう。続けようって、なぜか気持ちがひっくり返ってしまいまして、それでお店で薬を置きたかったんですが、医薬品もね、お客様に提案して、やっぱり健康と美容って一つになってますから、そういうこっちにシフトしたかったんですけども、ちょっとここ薬局法が引っかかっちゃって薬が置けないので、その分健康のパッチの美容針とかサプリメントっていうので提案できるように、ちょっとお店の方向性を変えました。医薬品にも詳しくなられたということですね。その時はいっぱい勉強しました。どのぐらい残ってるかちょっと疑問ですが。この資格を取るということは難しいのかなと思うんですけど、やっぱり元気でいらっしゃるから取れたんでしょうかね。そうですね。でもちょうど勉強するときに、資格を取るときには、ちょうど母の介護がありまして、山梨まで毎日通ったんですね。で、電車の中がとりあえずやることがない。で、電車に乗り慣れないので、電車で寝ることができない。ということで勉強。そこの時間が、勉強に費やすることができたので、母には感謝してます。こちらのお店を運営しながら、医薬品登録販売者の資格を取るというのは、時間的にも大変なんじゃないかなと思ったんですけれども、なんかその辺の、その時の思い出とかございますか？資格試験は、学校もあるんですけど、独学で受けて合格通知をいただくことは、受かれば、ね、通知をいただけるんですが、研修っていうのが2年間あるんですね。1ヶ月に80時間、薬剤師もしくは責任登録販売者の下で働かなきゃいけないっていうことで、ただ本当に年齢がいってましたから、いかに資格を取った後でもなかなか使ってくれるところがなくて、研修生という話になっちゃいますから、で、やっと見つけたところが本当に人手不足の場所で、6時から空いてるお店で4時間働いて、お店に来て店で7時間働いて、それからまた向こうに4時間働きに行ってっていうことをやった時期もありました。吉川さんにとって化粧品とは何でしょうか？そうですね。これはね、生かされるっていうものでしょうかね。人に巡り合うにも私は化粧品を通してお客様、取引先様、あと今日のこのインタビューなどにも化粧品を通して人様と巡り合えますし、娘を育てるにも化粧品が必要でしたし、私自身食べていくにも化粧品が必要でしたから、やっぱり人生っていうか自分の生きるっていうことがいつも化粧品と一緒なので、そういう存在です。今、人生という言葉が出ましたけれども、吉川さん、お話聞いてると、ずっと働かれてきたということで、強い人だなと思うんですけれども、振り返って吉川さんの人生いかがですか？
平たく言っちゃえば大変なことたくさんありましたけども、それを大変だった、辛かったって思い出しちゃうのはちょっともったいないので、あんなことあって面白かった、誰もやらないこんなことまでやっちゃって面白かった、楽しかったって言って、こう笑いながら振り返れれば楽しいんじゃないかと。過去は変えられないって言うけど、自分の心一つで、気持ち一つで過去にあった出来事を楽しいことにすることもできるので、そういう人生だったんじゃないかと。面白かったです。面白い人生でしたか？昨日まで。今日からもっと面白いです。前向きでいらっしゃいますね。それでは最後にですね、吉川さんのこれからの夢とか計画について教えていただけますか？これが本当に、夢はもう、このお店に来てくださったお客様が皆さん、もう本当に健やかに美しくっていうのを目標にして、皆さん元気になっていただいて、なおかつ綺麗になっていただいて、楽しく過ごしていただきたい。私自身もそうなりたいというのですし、細かい計画っていうのは正直あんまり立てたことないんですが、もう本当にもっともっとおばあちゃんになっても、ここに来て仕事がしたいと、そう思っております。じゃあずっともう一生働き続けるのが夢みたそうです。いなことですかね。はい。ありました。これからも、女性が美しくなるために化粧品販売どうぞ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.